はい、どうもこんにちは。いつもポジティブ山部カフカです。本日はいつもと少し違いますけれど、来たる1月2日から始まる十種講義デカスロンというイベントの予選を攻略する方法について動画化してみましたので、よろしければご視聴いただければと思います。私すでにノートの方で記事、文章の方にはしているんですけれど、やはり皆さんに見ていただくには動画の方がいいかなということもあって、もともと YouTube もやっていたこともあって、このような動画を少し試しています。初めてこういった動画を上げるので、ちょっと見にくいところたくさんあると思いますけれど、ぜひそういったところもアドバイスいただけたら嬉しいです。で、まず、デカスロンってどんな競技なのというところから簡単ですけれど説明します。日程ですけれど、予選と決勝に分かれています。予選は、来年1月2日から1月16日まで、15日間あるんですけれど、3日間ごとに分かれて、それぞれの3日間で2種目ずつで合計10種目開かれるような、それが、デカスロンの予選ですね。で、その予選で一定の条件をクリアすると決勝に出場できまして、決勝は1月22日。ここで決まった種目、デュプリケートシールドという競技を行って、で、こちらで勝ち抜けば豪華商品がもらえる、そういった競技です。去年も一応、デカスロンという名前で開かれたのですけれど、少し去年からルール変わっているところがありますので、そのルールと、あと景品について少しだけ紹介します。予選は10種目のうち3種目を完走できれば、先ほど説明しました決勝の方に1回だけ参加することができます。で、この参加権、10種目のうち7種目を完走することで2回までに増やすことができます。なので、できる限り決勝を勝ち抜きたいと、そういう方は10種目のうちなんとか7種目完走を目指していただければと思います。そして10種目すべてを完走すると、またそれはそれでボーナスがありまして、限定スリーブをもらえるというのと、10プレインポイント、予選ウィークエンドの参加権を得るためのプレインのポイント、20ポイント必要なところの10ポイント、ここで稼ぐことができると。そういった景品が待ってます。そして決勝では一番多分皆さんが目指している一つの景品、商品が限定のフェージアバター、特殊なアバターがもらえるんですけど、これは2勝0敗以上勝つ必要があります。最大4勝0敗で完走なんですけれど、2勝すれば一応アバターはもらえるということで、4勝したりすると今度はファイエクシャー完全なる統一の全カードをもらえたりとか、他の景品もあるんですけど、ここでは一番皆さんが目指しているところかなということで、限定ページアバターについてだけ触れます。ということで、この動画では、このデカスロンどうやってまず予選を勝ち抜くか、そんなところについて私なりに考察した内容を動画にしています。それでは、まず1種目目、ジャンプインについての解説を行います。ジャンプイン。ルールは実はすでに実装されているジャンプインとおそらく一緒でして、20枚入りのテーマパック、これを2つ組み合わせて40枚のデッキを作って、それでお互いに対戦すると。で、そのテーマパックというのが全部で45種類ありまして、まず、ランダムにこの中から3種類のパックが選ばれまして、そのパックの中から1パックを我々が選んで、で、その次もまた同じように3パックランダムで選ばれた中から1パックを選ぶ。こうやって選んだ2パックを使ってデッキにするという、そういったイベントです。これだけだと、何のことか少しわからないかもしれないので、一応常設イベントの方も今開かれていますし、本当に、具体的にそのテーマパックについて学びたいという場合は、この常設イベントがおそらく、活用できると思われます。ただ、初めてこういった競技という形で行われるイベントで、正直なところちょっと運ゲー要素強めかなと私は思っています。なので、ある程度回数をこなしてなんとか完走するようなイベントかもしれなくて、ゴールド、貴重な方であったりは少し、そこまでお勧めしにくいかなというところにはなります。で、マナベースがどうしてもこのテーマパックの中から、選ばれるカードしか使えないということで貧弱です。
基本的には基本土地をベースで戦うような一般的なリミテッドとそこまで変わらないマナベースですので、少し工夫、今回のコツとしては、実は45種の中の15種のパックは、初めから2色のカードを使っていくようなパックなんですけれど、こういった2色、多色のパックというのを避けるのが、攻略法になるんじゃないかなと思っています。もちろんこれ以上にそもそもパックとして強いかどうかというのも大事ですので、ちょっと私も全部のパックを精査できていないんですけれど、まずレアのカードパワーがある程度強いパックを選んでいきたいかなと。で、実はこういった下に書いてるようなタイトルだけは我々パックを選ぶときにわかるんですけれど、ちょっと私の独断と偏見で、この名前のパックは少し、レアのカードパワーが低いんじゃないかなというところを書いています。ある程度確率も加味した上でこの辺を避けて、かつ多色パックも避けていくと、まあまあ強いパックを基本的に選んで使えるかなと。で、実際は組み合わせまで考えた方が強いかもしれませんけれど、そこまでいくと本当に実際にその組み合わせ来るかどうかっていうのはかなり運ですので、まずこれくらい押さえておけば、ジャンプインの攻略としては十分かなと思ってます。それでは次、2つ目の競技、ヒストリックパウパー。こちらはしっかりとした構築のフォーマットです。ルールとしては、ヒストリックの中の古文の収録があるカードのみで構築するというのがヒストリックパウパーです。ただし、パウパーにある程度禁止カードとか準拠していますので、しつこい請願者というカードだけは禁止されています。このカードを許してしまうと、デッキ、しつこい請願者だけにして、十分に強いデッキができてしまったりとか、そういった問題があるということで禁止になっているそうです。で、攻略法なんですけれども、このヒストリックパウパー、通常のパウパーをやられたことがある方だったりもわかるかもしれませんけれど、どうしてもカードパワーが落ちますし、一つの特徴としては、カードアドバンテージというのを継続的に取るのが難しいフォーマットです。古文のカードでアドバンテージを取るというのは、なかなかやはりカードパワー的にも厳しいので、その限られた、そういった継続的なアドバンテージを取れるカードというのが重要になってきます。で、下に少し例で書いたんですけれど、深き時の忍者であったり、同じく忍者なんですけれど、ネオカミ川で登場した月回路のハッカーかな。そういった忍者を繰り返し使っていくことで、この継続的なアドバンテージを取っていくデッキというのは、結構この、ヒストリックパウパーでは強力と昔から言われているので、今回のおすすめのデッキの一つではあります。それ以外に、ヒストリックならではというところにはなるんですけれど、非常に強力な、熟考漂いという、場に出るだけでカードを2枚引けるというクリーチャーがいまして、単体でも非常に強いんですけれど、このカードを、やはり古文のカードで、クリーチャーを出し直せる、ブリンクできるといったカードがいくつかありますので、そのあたりを組み合わせるような、アドレスブリンク型のデッキというのも強いんじゃないかなと思っています。こういった、アドバンテージを取っていくという素直な形で勝っていくデッキもあれば、一方でもう一つ、このパウパー環境、特徴としては、実はマナクリーチャーに関しては、通常の、ヒストリック構築と変わらないぐらい恵まれています。ラノワールのエルフ、およびエルフの神秘化という1マナの、緑マナークリーチャー両方とも採用ができるので、この2枚を主軸に添えた、サイズとテンポで、アドバンテージ関係なく勝っていくようなデッキもあるんじゃないかなと思っています。ここに、緑ターンアグロと書いていますけれど、1ターン目ラノワールのエルフ、2ターン目に、それこそ宝石泥棒のような、これもマナを加速できるクリーチャーあたりを差し込んで、3ターン目には5マナイキンに触れられるような、そういったデッキはいいんじゃないかなと思ってます。またもう一つ、これと近い戦略を取れるヒストリックならではの、デッキとしては、神話アーティファクトですね。アーティファクト土地が一応、ヒストリックパウパーは、タップインではありますけれど許されていますので、そのタップインアーティファクト土地を活用して、早期にアーティファクトカウントを稼いでいくと。で、その結果、アーティファクトの数だけ
マナコストが軽くなるような、クリーチャー。具体的にはここに書いています。歯車遅いの海蛇であったり、もう1枚、マイヤの処罰者かな。そのあたりのカードを使っていくことで、やはりサイズとテンポで勝っていけるデッキというのもあるんじゃないかなと思ってます。これがヒストリックパーパーの私なりの攻略法です。続いて3種目目ですけれど、混合ドミナリアシールドという、こちらは完全に新しいフォーマットでの競技が予定されています。具体的には、ドミナリア、団結のドミナリア、そして兄弟戦争というパックをそれぞれ2パック準備して、計6パックで、行われるシールド戦です。これらのパック、それぞれの環境は、触れたことがある方いらっしゃると思うんですけれど、私なりに各環境の速度であったり、環境理解をもとに少し、この混合ドミナリアシールドの攻略法も考えてみました。具体的には、ドミナリアと団結のドミナリア、これらはどちらもシールド非常に遅い環境でしたので、いくら、兄弟戦争環境が比較的早いとは言っても、このドミナリアと団結のドミナリアの環境速度に少し引っ張られて、全体としては遅いレンジの環境になると思っています。ですので、マナフラ受けというのは非常に重要だろうと思っておりまして、ドミナリア、団結のドミナリアに実装されていたキッカーカードや、兄弟戦争で実装されている施策、および、多めのマナを必要とする起動型能力とか、そういったものを積極的に活用すると良いんじゃないかなと思ってます。また、今回の、各エキスパンションには実際に非常に密接な関わりがあるわけではないんですけれど、いくつかのメカニズムは少し噛み合うので、ここは意識した方がいいかなというところを挙げています。具体的には、ドミナリアに採用されていた歴史的というメカニズムは、兄弟戦争に多数存在するアーティファクト、呪文と非常に噛み合わせが良いです。また、これは団結のドミナリアに存在した公園というアグロ向けのメカニズムですけれど、兄弟戦争で出た、蘇生で出てきた、カードとは非常に噛み合わせがいいです。これは蘇生で出てきたカードが速攻を持つので、公園の、サポートとして使えるためですね。この、それぞれの噛み合わせというところは意識して、デッキを作っていくといいかなと思っていまして、そもそも、ドミナリアという環境はエスパーが結構色として強い環境でしたので、これに、あまり工夫せずとも兄弟戦争のアーティファクトカードを採用できれば、このシナジーを強く活用できるんじゃないかなと思っています。その他コツというか豆知識程度ではありますけれど、このドミナリアというエキスパンション、だいたい今から5年くらい前のエキスパンションですので、どうしても最近のエキスパンションよりもカードパワーが劣っています。特に顕著なのが古文のカードのカードパワーでして、この、ドミナリアの古文は極力避けた方がデッキとして強くなると思っています。また、除去という観点でも、ドミナリアと兄弟戦争、どちらもインスタントの除去があまり強くなかったんですね。古文というところに限らず、アンコモンでも比較的弱かったと思います。一方で団結のドミナリア、かなり、除去は豊富かつ強力だったと思っていますので、このあたりを意識して団結のドミナリアの、強い除去をしっかりと採用していくといいデッキになるんじゃないかなと思っています。簡単ですけれど、混合ドミナリアシールドの攻略法、こんな風にまとめました。続いて4種目目。これは、スタンダード環境でギフトバックという新しい紋章を得たゲームになります。これも新しいフォーマットになりますね。ギフトバック紋章とはどんなものか、私なりの訳なんですけれど、英語では発表されていまして、簡単に言うと、アップキープの開始時に、宝物か手がかりか食物か、まだ選ばれていないものを一つ生成します。で、スタンダード準拠ですので、食肉鍵虐殺事件はやはり禁止です。この条件、最初にピンとくる方もいると思うんですけれど、宝物トークンを生成するので、先手がかなり有利だとは思っています。
具体的には、1ターン目か2ターン目に宝物を先に使っちゃえた先手は返すのが難しいカードを唱えられるので、下に少し書いていますけれど、選定された平和の番人で相手の3マナの動きを牽制したりとか、先に鏡割りの偶話で2ターン目にトークンを出せれば、そのゴブリントークンが次の宝物を生成したりとか、基本的にこの辺りの動きは先手がどうしても有利なので、これを助長してしまうかなと思ってます。一方で、攻略法として、この、戦闘しつけをしっかりやっていくというのもありなんですけれど、これらのカードを活用するアグロというところが環境を席巻すると想定したら、最初からしっかり対策デッキを組んでいくのもありかなと思ってます。特に強いと思うのは、目視録シェオルドレッド。今の構築でも十分強いですが、シェオルドレッドが3ターン目に着地できることを考えると、アグロにも十分対抗できるかもなと思っていますし、それ以外にも露骨な対策カードをしっかりとメインから積んでいくことができるくらいの環境になるかもしれません。なので、どちらも戦略としてはありだと思うんですけれど、まずは素直にアグロを選んで、特に白タンですかね。白タンアグロは3マナ域のクリーチャーが非常に豊富ですので、この辺りの強力なカードを詰め込んだ白タンアグロで試して、どうしても環境上ちょっとうまくいかない場合は、下の対策デッキというところに舵を切るのもいいかなと思ってます。簡単ですけど、4種目目の攻略法、私なりには以上です。続いて5種目目、兄弟戦争 BO3 ドラフトです。これに関しては、あまりデカスロン特有のことはなくて、今も開かれている兄弟戦争マッチドラフトイベントと本当に同じだと思ってます。お相手さんのレベルとかそういったところが変わるくらいじゃないですかね。こちらは対人ドラフトですので、そこまで特殊な攻略法もなく、正攻法でおそらくやることになると思いますが、下には、兄弟戦争ドラフト環境の簡単なまとめを書いています。兄弟戦争のドラフト環境は比較的早い環境と言われていますので、序盤動けないとそのまま負けてしまうというようなゲームも多発してしまいます。ですので、できる限り2マナのクリーチャーを重要視して、どんなデッキであっても4枚くらいは2マナクリーチャーは採用した方がいいんじゃないかなと思ってます。そして、色別の勝率者が小さい比較的そこは良い環境ですので、この色を最初からやりたいと決め打ちでいくのはちょっと推奨しにくいです。これがボットドラフトであれば赤白に決め打ちといった方針もあるんですけれど、今回は対人ドラフトだと思われますので、空いてる色というところはある程度見極めて飛び込む方がデッキとしては基本的には強くなります。また、単色をどうしてもやりたくなるような、それを誘うようなカードも何枚かあるんですけれど、この単色アーキタイプにあまり早い段階で参入しようとするのはお勧めできなくて、その誘うようなカード、専用のカードというのが、タクを一周した頃ぐらいにはもしかしたら入れるかもなと思うくらいで、基本的には2色を狙う、基本に忠実なピックをしていくのがいいんじゃないかと思います。最後に、兄弟戦争環境は、一応多色土地として、進化する未開地であったり、マナフィルター、マナファクトが何枚かはカードプールにあるんですけれど、団結のドミナリアルのように2色土地が採用されてはいませんので、過度な多色化というのはデッキパワーを落としてしまうと思います。先ほど申し上げた基本2色、プラス本当に強いレア感、コモンカーをタッチする程度が、一番理想的じゃないかなということで、このくらい、5種目目のドラフトの攻略法とさせていただきます。で、続いて6種目目、アルケミーです。このアルケミーというのは、こちらも通常のランク戦のアルケミーと同じだとは思われるんですけれど、ちょっと BO1 か BO3 か記載がなくて、おそらく BO1 かなとここに書いております。で、通常と同じと言いつつ、あんまり、プレイされてない方もいるかもしれませんので、ちょっと私なりに今のアルケミー環境を少しだけ咀嚼してみました。こちらのアルケミー環境なんですけれど、
今のスタンダードの主流もそうだとは思うんですけれど、やはりボードアドバンテージ、カードアドバンテージ、こういったものを取り合っていくミッドレンジ環境になっていると私は思っています。ですので、こういったアドバンテージを取れるカードっていうのを採用していくんですけれど、アルケミーの方がかなりカードパワーはスタンダードより高くなるので、アルケミー専用のこのアドバンテージを簡単に雑に取っていくカードというところをしっかり活用しないと、相手のそのアドバンテージにやはり負けてしまうんじゃないかと思います。ここに4枚少し代表として示しているのが最新のアルケミー兄弟戦争で登場したカードですけれど、いずれももうちょっとクルシアスだけはアドバンテージに直結はしないかもしれませんが、かなりアドバンテージというところを取りやすいカードにはなります。これらを採用しているデッキというのをちょっと私ノートの記事の方に最新のデッキリストということで上げていますので、よかったらちょっと参考にしていただき、これらのカード以外にももちろんアルケミー専用カードいずれも強いカードですので、できる限りそれらを活用するようなスタンダードとは少し違ったデッキを組んでいくのがいいんじゃないかと思います。一方でアグロデッキも成立しないわけではなくてですね、ちゃんと、アグロ用のカードもアルケミには、新しく採用されていて強くなっていますし、スタンダードのカードプールと少し違うことでゴブリンデッキというようなアルケミならではのデッキもできてはおります。このあたりちゃんとアグロの息切れも防止できた、いいデッキもありますので、こちらに、アグロ好きな方は、手を出すのもいいんじゃないかなと思っています。以上、アルケミーの解説でした。続いて7種目目、ネオカミ川ボットドラフトの解説ですけれど、これもあまり言うこと多くはないかもしれませんが、過去に神川輝ける世界でクイックドラフト行われた際と同じ条件でのイベントになると思われます。で、クイックドラフトもそうですけれど、対ボット、他の人と一緒のタクではなくて、すべて相手がボット、AI に対して行うドラフトですので、我々がやりたいことを結構できる、独特なピック、決め打ちができます。で、この、ネオ神川環境に関しては、青黒忍者を狙ったピックというのが決め打ちでできるというのが過去の知見では言われています。ですので今回もおそらく青黒忍者の、完成度の高いデッキを決め打ちでできるんじゃないかと思いますので、これは、こちらもノートの記事の方にお嬢チャンネルさんが、ブログで上げていらっしゃった戦術というところを載せております。この辺りのカードをかき集めると強いよというところ、代表例、下に少し4枚、載せていますけど、その他も含めて、この青黒のキーカードだけを集めていくというピックがおすすめですので、ぜひトライしてみてください。ただ、これちょっと古い、ボットの傾向に、沿った攻略法かもしれませんので、もしかしたら、ボットのピックがあまりに青黒高いとか、そういったことがある場合には他の色を決め打ちする方向に変更を検討した方がいいかもしれません。青黒が高いということはどこか、悪、救う色があるはずですので、そのあたりに決め打ちをしていくと結果的に強いデッキができるのは間違いないんじゃないかなと思っています。以上、ネオ神川ボットドラフトの攻略法でした。続いて8種目目が BO3 のエクスプローラー。これも、今エクスプローラーをやっている方、遊んでいる方にはもうおなじみなのかもしれませんけれど、BO3 のランク戦と同じフォーマットになります。私もあまりエクスプローラー触っていないので、ちょっとこれに関しては自信がないところもあるんですけれど、攻略法としていくつか挙げたのが、まず今のエクスプローラーはかなりパイオニアに近づいていると聞いております。具体的にはもうパイオニアとほぼ同じデッキが組めるデッキがいくつかありまして、それらはやはり人気だと。そこで、私3つ挙げたんですけれど、アゾレウスコントロール、グルール機体、そしてセレズニア天使。このあたりのデッキというのはもうほとんどパイオニアで実績のあるようなカード、デッキをそのまま、コピーすることができるくらいにはもう完成度が高いということで、やっぱりちょっと強いんじゃないかなというところと、
今回、BO3 とも明言されている競技ですので、裁量インをすることで、カードパワーが上がるタイプのデッキが強いんじゃないかと思っています。このあたり、アドリウスコントロールが一番抜け目なく勝ち上げやすいかなというのが私なりの予想ではあります。で、これ以外にも実際には少し歯抜けではあれど、パイオニアと同等の、強さのデッキというのはもう組めるとは思われるデッキたくさんありまして、結構、偏りの少ないいい環境じゃないかなと思われます。ただ、一つだけ、このデッキだけはちょっと厳しいんじゃないかなというのが、イゼットフェニックスでして、ヒストリックだったりではかなり強いと思うんですけど、エクスプローラーではちょっとまだカード足りないかなという状況ですので、ヒストリックでイゼットフェニックス使ってるから、エクスプローラーも使おうかなと思ってる人はちょっと一回踏みとどまって違うデッキも考えてみていただけるといいんじゃないかなと思います。ちょっとエクスプローラーは私もあまり咀嚼できていないですけれど、簡単な攻略をここまでにさせていただき、9種目目、次の全地ドラフトの方に移ります。この、全地ドラフトはかなり、特殊なフォーマットではありまして、過去イベントぐらいでは、ちょっと、やったことがある方もいると思うんですけれど、この競技でやるというのは初めてだと思います。ですので、ちょっと、しっかりめに解説しますが、過去と同じルールであれば、このような特徴があります。まず絶対ここは間違いないのは、お互いに全地というカードと同様の紋章を得ます。したがって全ての呪文をゼロマナで唱えることができます。もうはちゃめちゃだなとここで思われることがいると思うんですけど、正解ですね。はちゃめちゃなフォーマットです。そして一応起動型能力が使えるように、毎ターン各色1マナずつ計5マナを生み出せるというのも紋章として確か持っています。で、これは相手ターンも含め、5マナを生み出せるということで、タップを必要としないタイプの起動型能力であれば、自分のターンも相手のターンも5マナ以下は使えるという、そんなイメージでいただければと思います。で、さすがに初手手札が7枚あったらやりたい放題になってしまうので、土地がないことも考えると、だいたい初手手札は3枚に今まではなっていたかなと。で、1回なぜかフリーマリガンができたのが過去のルールなんですけれど、このあたりはもしかしたら競技になることで変わるかもしれません。過去のルールを元に書いています。で、攻略法というかコツ、いくつかあるので、ちょっといつものドラフトと全然違うよ。他のゲームとも全然違うよということで、多めに攻略法を今回挙げています。まず、ゼロマナ、土地もないので当たり前ですけれど、マジックの根幹である色というものは全て無視して OK です。強いカードをピックしていけばいい。そして、優先してピックすべきカードは、ドロー、カードをデッキから手に入れる。そういったカードを基本的に、優先してピックします。なぜならそのカードが最低限減らないですし、おまけがあればそのおまけ分得するからです。カードアドバンテージが非常に重要だとは思われまして、この特にって書いたのが複数枚ドローないしはカードを手札に加えられるカードは最優先でピックしていった方がいいですし、おそらく他の方もそうやってピックします。これによって手札をどんどん3枚から増やしていく。そういったゲームになります。そして、この増やしていくというところにつながりますけれど、起動型能力でカードを増やしていけるタイプのカードは本当に最優先で取った方がいいと思います。先ほど紋章のところで触れた通り、6マナ以上の起動型能力とかダブルシンボルは使いにくいんですけれど、シングルシンボル5マナ以下の起動型能力というのは、自分のターンも相手のターンも使えるということで非常に強力です。それでアドバンテージを得られるということであれば、大体これでゲームが決まったりするので、特に、除去されにくい、エンチャントやアーティファクトの場合には、こういったアドバンテージを取れるカードというのは本当に最優先でピックした方がいいと思います。続いてですけれど、確定打ち消し呪文というところは、先ほど申し上げたような最優先で唱えられるようなカード、これらと1対1交換が保証されるので、これもまた妨害手段として最高級、最優先で取るべきカードだと思っています。この確定打ち消しと少し近い役割ではあるものの、少しだけ優先度が落ちるのがハンレスですね。
ハンデスは先手の時には非常に強力で、相手が何もする間もなく手札をゼロにさせることすらできたりするんですけれど、一方で後手の場合、相手のプレイング次第だと手札が全く残っていないこともあったりしますので、入れすぎには注意した方がいい。ただ、比較的強力と言っておきます。で、先ほど、手札を増やすカードは強力と言いましたので、クリーチャー回収であったり、サルベージカードも強力ではあるんですけれど、通常の、ドラフト構築でもそうであるように、初手ではなかなかまだクリーチャーが墓地に置かれないこともありますので、少し腐りやすい点には注意しましょう。一方で、積極的に唱えることができるスペルの回収についてはかなり腐りにくい環境ですので、特に優先度を上げて取っていっていい、なんならドローと同等以上と考えてもいいようなカードだと思っています。で、ここまで通常のドラフトであれば優先するクリーチャーについてあんまり触れていませんが、このクリーチャーというところについては、ビートダウンのような試合になりにくいということもあるので、通常フィニッシャー級に非常に強いカードか、ドロー能力がついていてアドバンテージを取れるようなカード、こういったものに絞っていった方が、基本的に相手とのアドバンテージ差をつけやすいと思っています。こういったクリーチャーに対して一応対処できる除去カードも決して悪いカードではないんですけれど、探偵除去ではアドバンテージを取ってくるクリーチャーにはアドソンになりますし、フィニッシャーというところをもろとも除去できるような全体除去といった方が基本的には裏目も少ないかなということで、単体除去の優先度を少し下げた方がいいかなと思います。その他、この環境ならではの特徴としては、基本的に1ターンで勝ち切りたい、相手にターンを渡すとそれだけリスクがある環境ではあるので、速攻というのがいつも以上に強力です。全体速攻などでそのターンにゲームを決められるタイプのカードは、それ自体が、特殊勝利のような感じでもありますので、少し優先度を上げていいと思います。また、合わせて特殊勝利のようなカードとしては無限コンボも全知の紋章があると発生しやすかったりしますので、こういった組み合わせだと無限コンボ起きるというのがカードプールにあるかどうかはちゃんとチェックした方がいいですね。で、最後に、これも運ゲー要素少し強めのフォーマットではありますので、回数をある程度こなすのを覚悟して、ゴールド貴重な方は少しスキップしてもいいかなというようなフォーマットになります。それでは、最後10種目目、最先端の解説に移ります。こちらのフォーマットは、過去イベントでは何度か来ていることがあるんですけれど、この全く同じフォーマットで初めてかな。最新の3セットですので、ニューカペアの街角、そして団結のドミナリア、兄弟戦争、この3つのエキスパンションだけを、使用することができるスタンダードの構築です。逆に言えば、スタンダードで今使えるイニストラード、真夜中の狩り、シンクのちぎり、そしてネオカミ川、これらのカードが使えないフォーマットということになります。今少し代表的なカードをここで示していますけれど、皆さんも愛用しているカード残念ながら使えませんので、これを多用しているようなデッキの場合は、作り直し、一からも必要かもしれません。攻略法とまで言えるかわかりませんけれど、この最先端というフォーマットについて、どうやったら新しいデッキ作れるかというところ、コツを書いています。まずそもそも構築不可能なデッキがありまして、これらは避けるというか使えません。具体的にはセレズニアエンチャントであったり、カナドコをキーカードにするラクドスサクリファイス、あとは神の乱をフィニッシャーに据えたような、コントロールデッキとか、こういったものはもう構築ができませんので諦めざるを得ません。構築ができても弱体化したデッキというのもありまして、例えば、1ターン目の理想的な動き、熊野と活火山の退治が使えない赤ターンアグロであったり、最終的な到達点として強力であったハルナとアレーナが消える納屋人間。リアニメイト手段である報復将来が抜けてしまっているリアニメイトデッキだったり、いくつかのデッキというのが弱体化されてしまっています。また結構大きな影響を与えているのがスローランド。今の環境で一番使われている2色土地も、使いにくくなっていますので、3色以上のミッドレンジというところも構築しにくくなるかもしれません。こういった背景がありますので、抜けたカードによる被害の少なそうなデッキを使うっていうのが狙い目になりまして、率直に言ってしまうと、多分一番抜けるカードの影響少ないのがアズレウス兵士じゃないかなと思います。最近のスタンダードでも実績を残しているアグロデッキでありますし、
今回抜けるカードによる影響というのが、一番大きいところでサリアくらいなので、正直変死シナジーを持ったカードは全く抜けていなくて、カードパワーとしてはそこまで下がっていません。あとは、このアドリウス兵士があまりにも強すぎて、環境に蔓延する場合は、これを目立ったようなデッキの方が強くなる可能性はあるかなというくらいかなと思っています。具体的には、赤の3点全体火力である兄弟仲の終焉あたりを自然に入れるリゼットランプであったり、こういったあたりを少し試す価値はもしかしたらあるかも。でもまずはアゾリウス兵士を少し試してみてから、環境のメタを少し知っていくのがいいんじゃないかなと思っています。この最先端は少しフォーマットとしても楽しそうではあるので、私自身少し楽しみにしているゲームではあります。以上、駆け足ではありましたけれど、10種目それぞれの私なりに今の環境理解を元にした解説というのを行ってまいりました。実際にはこの予選を超えることで、その先の決勝、リプリケートシールドという新しいフォーマットもあるので、こちらもカードプールが公開されて少し解説しがいが出てきましたら、動画化もしくはノートの記事とかそういったところを検討していこうと思っています。そして、この予選攻略法のような動画私上げたのも初めてなので、ぜひ皆さんからアドバイスとかあればコメントいただければ大変嬉しいです。最後になりましたけれど、ここまで非常に長い動画ではありましたが、視聴いただいた方々本当にありがとうございます。もし、少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。このチャンネルでは基本的にリミテッド専門で配信もやっていますので、そちらもぜひお越しいただけたら嬉しいです。では、また次の動画もしくは配信でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。再见。